どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この前5000円以下と1万円以下で生活を変えるアイテムというのを紹介しましたが、今日はねシリーズ最終回ということで5万円以下で購入できて生活を豊かに快適にしてくれるアイテムっていうのをね紹介してみようと思います。時期的にボーナスが入った方とかもねいるかもしれませんので、ちょっとね上限額を上げてみました。5万円なのでね結構選択肢は広がりますが、5万円もねかなり高額なので、だからこそ厳選して生活を快適にするアイテムっていうのをね紹介していきたいと思います。では早速1つ目いってみましょう。5万円以下で生活を快適にしてくれるアイテム1つ目はこちら、電動歯ブラシです。はい、こちらの電動歯ブラシですね。ほんとね、歯は大事です。歯磨きしないと歯周病になりやすくなるし、虫歯もね、できやすくなってしまいますし、もうね、一度問題が起きてしまうとね、なかなか歯って治せないですよね。なのでね、歯磨きの習慣つけることがね、非常に重要になってくるんですけど、ただね、やっぱり手動で歯磨いてると手間もかかるっていうのもあって、サボりがちだと思うんですよね。で、あと毎日歯磨きはしてますって言うけども、実際ちゃんと磨けていなくて、あと歯磨き粉をつけて磨くことで、口の中が泡立つことで歯を磨いたとね勘違いしてしまう。ちゃんとね磨けていないけども、なんか泡立ったから歯磨けてるっていうね、そんな気持ちになって適当にね歯磨きを終えてしまう方っていうのもねいると思うんですけど、実際ね僕も前そんな感じでした。数年前ですかね、久々に歯医者に行ったらね、もう虫歯だらけになっていて、全部治療するのに半年以上かかりましたね。そんな感じで歯を大事にしないとお金もかかるし、何より虫歯だと美味しいものもね食べられないので、そういうね歯医者に通うことにならないためにもですね、虫歯予防とかね歯周病予防大事だと思うんですけど、そういった時にこの電動歯ブラシがねとても役立つと思います。ちゃんと磨くためにはね電動歯ブラシ楽に磨けるのでおすすめです。で、僕が使ってるのはこちら、これね案件でいただいたものなんですけど、フィリップスのソニックケアというものですね。こちらはね4万円ぐらいで購入できるんですけど、電動歯ブラシにしては少し高価かなというところなんですけど、でもねこれそれだけあってねめちゃめちゃいいです。ここのねボタンを押せば先端がちょっとねほんとカメラでは撮れないぐらいに細かく振動してるんですけども、でこれだけね細かく振動するので、力を入れずに歯にね当てておくだけで隅々までツルツルピカピカに磨き上げてくれます。電動歯ブラシだと強く磨きすぎてしまって歯とか歯茎が傷つくんじゃないかみたいなねことを言われる方もいるんですけど、それはね多分ね磨き方の問題で、電動歯ブラシはねさっき見ていただいたように細かな振動ですごいスピードで磨いてくれるので、あんまりね強く押し当てる必要はないというか、むしろ強く押し当てちゃいけないんですよね。歯の正しい位置にそっと当てておけば、歯も歯茎も傷つけることなくちゃんとね隙間まで綺麗に磨くことができます。で、このフィリップスの電動歯ブラシだとアプリ連携で磨き方のレクチャーとかもしてくれるので、僕はね最初のうちはアプリを見ながらちゃんと磨けてるかなっていうのをねウォッチしながらやってました。それでね歯の磨き方割と学んだところもありましたね。で、アプリの方で上の歯の右側、中央、左側、下の歯の右側、中央、左側、あと裏側もみたいな感じで、それぞれ20秒ずつ磨きましょうというねナビゲーションをしてくれるので、あとねこう磨き始めて20秒経つと、今ピッピーンって言ったと思うんですけど、こういう風に少し一瞬間隔が空くので、実際ねアプリを見ないでも20秒経ったなっていうのは分かるようになってます。なので右側を磨いていて20秒経ったら真ん中を磨いて、また20秒経ったら左を磨くみたいな感じで20秒ごとに位置をずらしていって、表裏全部磨いたら4分で全てね磨き終えることができます。手動でやろうとしたら4分間ぐらいはね同じぐらいのスピードで磨かなきゃいけないってことなんですよね。それが自動でできるので非常に楽です。で、あとねこれ歯磨き粉も不要なんですよね。普通の歯ブラシだと歯磨き粉をつけて泡立ったら歯が磨けてるっていうつもりになってしまいがちなんですけど、これね歯磨き粉をつけないでも唾液の対流とかで磨き上げてくれるので、だからこそ磨けてる感っていうのを泡で勘違いしないように磨けるので、本当の意味でちゃんと歯が磨けてるっていう風になります。ソニックケアみたいなね電動歯ブラシだったらヘッドがねさっきのように高速に動くので、歯磨き粉なしでもね全然磨けます。このあたりね詳しくは過去の紹介動画を見ていただければと思います。本当ね歯磨きサボりがちな方はねこういう電動歯ブラシは本当におすすめです。もちろんねこれ以外にも電動歯ブラシいいものいろいろあると思いますので、そのあたりはねお好みとか機能で選んでみていただければと思います。もう一度言いますけど、僕が使ってるのはこのフィリップスのソニックケアプレステージってやつですね。これ概要欄にリンクも貼っておきますので、あと過去動画もリンク貼っておきますので、よろしければね概要欄からチェックしてみてください。はい、5万円以下で生活を変えるアイテム1つ目はこちら、電動歯ブラシでした。5万円以下で生活を変えるアイテム2つ目はこちら、
空気清浄機です。家で気管とかに違和感を感じるとか、あと咳とかくしゃみとかがよく出るとか、体にね、痒みを感じるとか、家にいると感じる体の不快感みたいなものを感じる方いると思うんですけど、そういう方は部屋の空気が汚れてる可能性があります。僕もね、もともとアレルギー持ちだったんですけども、空気清浄機を導入することでかなりね、体が楽になりました。今更説明の必要もないと思うんですけど、空気清浄機使うことでホコリとか花粉、あとアレルギー物質とかね、匂いなんかも除去してくれます。よくマイナスイオンが発生するみたいな機種もあると思うんですけど、ちょっとね、マイナスイオンとかは実際は体感しにくいものなので、雰囲気ものかなみたいな気もするんですけど、何とも言えないって感じはあるんですけども、そのホコリとか花粉とかアレルギー物質の除去っていうのは本当ね、体感できます。使うとき使わないときでね、はっきり効果はわかると思います。家から帰ってくると花粉とかホコリをね、体にまとった状態で部屋に持ち込んでしまうので、定期的に掃除をしてもホコリとかはね、やっぱ部屋に舞うんですよね。それが気管に入って咳が出たり、鼻詰まりになったり、目が痒くなったりとかすると思うんですけども、実際この本体見ていただくとわかると思うんですけど、空気清浄機の吸い込み口には、あえてこれね、掃除をしないで置いてみたんですけど、こんな感じで結構な量のホコリがついています。この目に見えないアレルギー物質とかっていうのも多分ここに紛れていると思うんですけど、こういう風に空気清浄機を使っていなければ、これだけのホコリとかアレルギー物質とかっていうのが部屋に舞い続けてるということになるわけですよね。こんだけね、可視化されると結構ドキッとしますよね。こういったね、ホコリなんかは目に見えますが、その他のね、目に見えない物質については空気清浄機が本当に吸い取ってくれているのか、効果がね、分かりにくいところもあって、なので空気清浄機って本当は必要ないんじゃないかみたいに言われることもあったりするんですけど、これね、実際使ってみると、まず1日ぐらいでも空気清浄機運転してみると、部屋の空気が明らかに変わるのが分かります。本当ね、吸い込む空気が雑味がないというか、澄んだ空気を吸っている感覚になれます。これはもう本当明らかだと思います。使ったことない方は一回試してみていただきたいです。本当に明らかに空気変わります。逆に例えば普段空気清浄機使っていて、何かの拍子にスイッチが切れてしまって空気清浄機が稼働していなかったりすると、空気のよどみで、あれ今空気清浄機切れてるっていう風にね、気づくくらいです。これはね、実際使ってみたら分かります。僕もね、昔は空気清浄機の必要性っていうのが分からずに使ってなかった時期はあったんですけども、当時はね、本当に咳が出たり、喉がずっと痛かったり、あとね、肌のね、痒みがあったりとか、いろいろね、体調を崩しがちだったんですけども、この空気清浄機使ってみてからかなりね、健康に過ごせていると思います。いや、恐ろしいですよね。ほんと学生の時とかって空気清浄機使わないし、掃除もね、結構適当だったので、部屋中埃だらけだったと思うんですよね。今考えると恐ろしくて、よくあの時生きてられたなっていう、そんなぐらいに今考えると引いてしまうぐらいの生活をしている時期も僕はあったんですけども、空気清浄機をね、導入することによってかなり部屋の中はクリーンな状態だと思います。なのでね、空気清浄機は体の内側から生活を変えてくれると思いますので、おすすめです。空気清浄機もいろいろ選択肢があると思いますが、結構大きい家電なので部屋に置くとね、目立ちますので、デザインもね、考えたいところだなと思うんですけど、うちで使ってるのはこのエレクトロラックスのピュア A ラインというモデルで、色はこれダークグレーですね。あとはもうちょい淡いグレーとか他のカラーもあるんですけども、これね、スウェーデンの家電なので、こういったね、デザインもめちゃめちゃおしゃれなんですよね。で、空気清浄機としての機能もしっかりしていて、細菌とかウイルス、ホコリ、花粉、ハウスダスト、PM2.5 とか匂いにも対応しています。あとアプリでね、モニタリングなんかもできてしまいますね。で、これも38,000円ぐらいで購入できるので、北欧家電とかだとね、結構高価なもの多いんですけど、これだとね、38,000円とかで購入できます。こんなね、おしゃれな空気清浄機も5万円以下で買えますので、空気清浄機まだ導入していない方はね、本当今日紹介する中で僕はね、一番これは導入してない方は導入した方がいいんじゃないかなと思う5万円以下で生活を変えるアイテムですね。はい、そういったわけでね、5万円以下で生活を変えてくれるアイテム、2つ目はこちら、空気清浄機でした。続いて5万円以下で生活を変えてくれるアイテム、3つ目はこちら、ロボット掃除機です。はい、これももうおなじみですね。生活していく中で部屋掃除は避けて通れない家事なんですけども、この掃除が自動化されると本当に楽になります。ロボット掃除機はね、隅々まで完璧にとはいかないんですけど、ほぼほぼ自動的に床掃除してくれます。うちはね、こたつもいるので、部屋中にね、結構毛が落ちていたりするんですけども、このロボット掃除機がね、毎日綺麗に吸い取ってくれています。もう掃除って自分でやろうと思ったら作業でしかないんですけど、ロボット掃除機に任せることで自分の手を動かす必要がなくなります
ますので、別の作業をする時間も作れます。なので時間的コストの削減という意味でもロボット掃除機はね、非常に有効です。うちは今アンカーの Eufy ロボバッグ X8 ハイブリッドという最上位機種を使っていて、これだとね、水拭きもできて6万円ぐらいしちゃうんですけども、このアンカーの Eufy ロボバッグシリーズはもう少しね、スペックダウンすれば2万円から4万円ぐらいで購入できたりもしますので、そういった中からね、自分のスタイルに合わせて選んでみてもいいんじゃないでしょうか。本当ね、アンカーのロボット掃除機はコスパ高いと思います。結構ね、高性能なものでも4万円以下で全然買えますね。テレビとか見ているとアンカー以外の有名なね、ロボット掃除機いろいろ CM してるのを見ると思うんですけど、こう有名で CM が打ててるっていうことは広告費もそれだけ使ってるということで、その分ね、価格もやっぱ高価になっていたりするんですよね。もちろん性能はいいんですけど、有名だからいいというわけではなくて、アンカーみたいに CM は一切打っていないけど、ちゃんとね、性能はその CM 打ってるものと遜色ないぐらいのものっていうのもありますので、こういったものをね、選ぶっていうのがいい買い物をしているってことになるんじゃないかなって思います。以前アンカーのロボット掃除機のレビュー動画っていうのも出しているので参考にしてみてください。これね、案件でいただいたからこれだけ押してるわけではなくて、本当に案件いただく前からアンカーのロボット掃除機ずっと使っていたので、これは本当にね、心からおすすめできるアイテムだと思います。はい、そういったわけで5万円以下で生活を変えてくれるアイテム3つ目はこちら、ロボット掃除機でした。はい、続いて紹介する5万円以下で生活を変えてくれるアイテムはこちらです。高級シャワーヘッドです。家に備え付けだったシャワーヘッドからこういったね、高級シャワーヘッドに交換すると、シャワーを浴びる時の心地よさが格段に良くなります。シャワーヘッドは有名なのがいくつかあると思うんですけど、僕が使ってるのはリファのファインバブル S というもので、これはね、3万円で購入できます。以前買ってよかったものでもこちらね、紹介していますね。もう本当ね、これを使い始めたら前のシャワーにはね、もう戻れなくなります。柔らかい水流が本当に気持ちよくて、毎日のシャワーがね、楽しくなります。ここのね、ヘッド部分見ていただくと分かるんですけど、結構細かい穴がこう開いてるんですが、ここからね、出る水流が細かい泡を作り出して毛穴の中まで綺麗にしてくれるということなんですけども、正直ね、本当に毛穴の中まで入って洗い流してくれるかっていうのはね、ちょっと感覚的には分からないんですけども、でも実際使ってみて髪がツヤツヤになったりとか、あとは体のベタつき、頭皮のベタつきとかそういうのがね、なくなったっていうのは確かで、今までのシャワーヘッドではね、なかったような効果っていうのは、そういった点ではね、ちゃんと確認できています。実感できています。本当これ浴びたらわかるんですけど、何よりね、シャワーの肌触りがね、心地いいです。ちゃんと水流はあるのに柔らかいシャワーがね、浴びられます。これ4つモードがついていて、中でもね、ミストモードっていうのがあって、これはね、もう普通のシャワーヘッドでは味わえない心地よさだと思いますね。本当にね、霧のような細かい水がここから噴射されまして、こう滝のそばにいるような感覚になれますね。滝見に行ったことはある方とかわかると思うんですけど、滝のほとりというかね、ギリギリのところまで行くと天然のミストが顔に浴びられるじゃないですか。あんな感じです。それを部屋のお風呂で体感できてしまうってことですね。もうこれから先ね、暑い日が続くと思うんですけど、そういった時にね、もう水風呂ならぬ霧風呂に入るみたいな感じで、これを使うとね、かなり心地よくシャワー楽しめると思います。あとね、そのストレートモードみたいな通常のモードだったら、それを浴槽にシャワーヘッドごと入れてしまうと、浴槽のお湯がね、滑らかになりますね。シルキーバスというのを作ることができますと、こう肌触りが滑らかなお湯に使ったりもできるので、ちゃんとね、湯船浸かる方はそういったね、使い方をしてもいいんじゃないかなと思います。あとこれ節水効果もあるんですよね。そういったところも嬉しいですね。この先暑くなってくると、外から帰ってきて汗で体もベタベタになるので、こういったシャワーヘッドで洗い流すとかなりね、気持ちいいと思います。ぜひ試してみてください。はい、5万円以下で生活を快適にしてくれるアイテム4つ目はこちら、高級シャワーヘッドでした。続いて5つ目の5万円以下で生活を変えてくれるアイテムはこちらです。高級ドライヤーです。はい、ファインバブルで頭を洗った後はこの高級ドライヤーでしっかり乾かしましょうということで紹介するのは高級ドライヤーです。ドライヤーもね、ピンからキリまであると思うんですけど、やっぱりね、そこそこ高いドライヤーを選ぶとその効果もね、絶大だと思います。僕もね、このドライヤー使ってびっくりしました。僕が使ってるのはレプロナイザー 3D プラスというもので、このレプロナイザーシリーズ結構人気ですが、これはね、少し前のモデルなんですけど、もう本当に今まで使っていたドライヤーとは本当に比べ物にならないくらい髪を乾かすスピードも速
早いですし、髪の質がね良くなりました。もう乾かせば乾かすほど髪にツヤが出て綺麗になるっていうのをね実感できるっていうのは、今まで使っていたドライヤーではね体験できなかったことだったので、それがね結構びっくりしましたね。本当ね、使い続けると髪にツヤが出て、ヘアオイルをね塗ったようなツヤ感になります。あと強く早く乾かすと髪がパサパサになってしまうんじゃないかっていう風に思う方もいると思うんですけど、こちらだとしっかり髪に潤いとか湿度、水分っていうのをねちゃんと保持しつつもしっかり乾かしてくれるので、ワックスとかでねスタイリングとかも非常にしやすいですね。ドライヤーを変えると髪がこんなにも変わるんだっていうのはね結構驚きでした。これほんとめちゃめちゃ良かったので、母親にもねプレゼントしました。ドライヤーも毎日使うと思うので、いいものを選ぶとね髪質も良くなって気持ちもねやっぱ上がりますよね。このレプロナイザー 3D プラスだと当時の価格で41,800円だったんで、結構ねドライヤーにしては高価なんですけども、でも速乾性もありますし、ちゃんと髪質を保って、むしろ髪質を上げてくれて速乾性もあるっていうね、こういったドライヤー選んでみてもいいんじゃないでしょうか。結構生活変わると思います。はい、5万円以下で生活を変えてくれるアイテム、5つ目はこちらの高級ドライヤーでした。はい、続いて5万円以下で生活を変えてくれるアイテム、6つ目はこちら、Apple Watch です。本当ね、Apple Watch はいろんなシーンで生活をね快適にしてくれます。Apple Watch、僕は出かける時につけることが多くて、家の中ではほとんどつけていないんですけども、出かける時につけているだけでもねかなり生活が変わります。僕がつけてるのがこちら Apple Watch シリーズ7の 41mm の GPS モデルをつけています。でバンドはこれいろいろ変えられるんですけど、今つけてるのはスターライトというねホワイトのカラーのものをつけています。でこのシリーズ7は GPS モデルであれば 48,800 円から購入することができます。で今 Apple の公式で購入できるモデルはシリーズ3というのがありますけども、これだったらね 22,800 円から買えちゃいます。Apple Watch は時計として使うだけではなくてね、ほんといろんなシーンで活躍してくれます。例えばモバイル Suica を連携させることで Suica 決済ができるし、もちろん改札も通れますし、財布も iPhone もね取り出すことなく決済できるっていうのがねまず嬉しいですね。あと僕がよく使うのは通知機能ですかね。 iPhone で受けた通知を Apple Watch で受け取れるので、大事な通知を逃さないようにできます。あとリマインダー機能っていうのもね僕結構使ってます。リマインダー機能の通知設定を iPhone の方でして、で Apple Watch できっちりね通知を受け取れば、設定した時間でリマインダーが来たり、特定の場所に近づいたらリマインダーが来るっていう風に設定しておいたりすれば、例えば出かけた帰りにスーパーで買い出しをしなきゃいけないっていうので、それを忘れないようにしたいと思った時に、スーパーの近くに来たら買い出しのリマインダーが通知されるようにって設定しておくと、最寄りの駅に着いてスーパーに近づいたら Apple Watch に通知が来るようになりますので、買い出し忘れとかもねしないようにできます。であとねスタンド機能っていうのもついてまして、会社とかカフェで作業している時ってずっとね集中して座りっぱなしになってしまうってことがあると思うんですけど、やっぱ座りっぱなしってあまり体に良くないので、1時間座りっぱなしだと Apple Watch がスタンド機能というのが働いて、立ち上がる時間ですよっていうのをね通知してくれます。これが来ることによってずっと座りっぱなしにならずに立ち上がってねちゃんと体を動かすっていうきっかけを作ってくれます。結構ね仕事とかしてると1時間ってね気づいたら座りっぱなしになっていたりすることあるんですよね。なので会社とか家でエコノミー症候群みたいにならないためにもですね、この Apple Watch の通知っていうのはね、スタンド機能っていうのもね非常に使いやすいと思います。この他にもね体の動きとかいろいろトラッキングしてくれるので、アクティビティとか今日どれぐらい歩いたかとかね、そういったものもわかるので健康意識もね高まりますね。あと僕は使ってないんですけど、寝る時にこの Apple Watch つけておくと睡眠管理っていうのもねできるので、この Apple Watch をつけて寝て翌朝とかね自分の睡眠状態を見て快眠できるように心がけるようになれたりもします。他にもね Apple Watch は健康管理とか体の異変を検知する機能みたいなのっていうのが備わってきていて、最近では Apple Watch をつけたまま転倒してしまってしばらく反応がなかった場合に緊急通報サービスに電話をかけてくれるっていう機能とかも備わっています。なのでね、周りが人がいないところで何か倒れてしまって動けなくなってしまった、何かあったって時にもね助けてくれたりはします。こんな感じで Apple Watch を持っておくと生活のいろんなシーンがね変わっていきます。はい、その中でこちらの Apple Watch も5万円以下で生活が変わるアイテムとしておすすめです。はい、今日紹介するのは以上です。
5000円、1万円、5万円以下で生活が変わるアイテムっていうのをね、3つの動画で紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。結構ね、こういったものを取り入れることで、本当生活が変わって快適になって過ごしやすくなって、あとね、健康でいられると思いますので、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。紹介したアイテムは全て概要欄にリンクを貼っておりますので、見てみてください。あと、改めて報告させていただきますが、最近ね、しばらくずっと放置していた楽天ルームを再開しましたので、今日紹介したものとか、今まで YouTube で紹介したアイテムなんかもね、まとめていますので、気になる方はこちらも概要欄からご覧ください。このチャンネルではこういった生活を快適にするアイテムをいろいろ紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。